どうも、陰性水草大好きカプラです。おはようございます。本日はこちらの観葉植物界隈やジメジメ系水草大好きさん待望の新製品を紹介します。スタンダードプロダクツの新製品、デュオ蓋付きガラス瓶です。これ園芸用品として売られている珍しいガラス瓶なんです。この商品、巷で話題で入手できないという話もあるほどの人気製品だそうです。たまたま今回手に入れることができました。室内植物観賞用のガラス瓶ということで、今回はこれを使ってお気に入りの熱帯植物のガラスポット作りをしていきます。では早速開けていきます。こちらがデュオ蓋付きガラス瓶です。中からかなりしっかりとした作りのガラス瓶が2つ出てきました。この商品は100円ショップで有名なダイソーの手掛ける300円から500円の価格帯を中心としたショップ、スタンダードプロダクツで企画されたものです。こちらのお値段は500円です。もともとダイソーには200円で買えるインテリアガラスケースというものがあります。これを使って苔テラリウムや水草の育成をしているのはある程度目にしたことがあると思います。そんなダイソーが室内植物観賞用ガラス瓶として販売をしたのがこの製品です。商品の説明欄には観賞用室内植物の鉢を中に入れて使用してくださいと書いてあります。保存ケースとしても使えますと書いてありますね。今までは我々が世の中に販売されているガラスケースに勝手に植物を入れて育てて使っていたわけなんですが、ここに来てスタンダードプロダクツさんが植物用の保存容器として販売をし始めたというわけです。これに植物を入れて使ってくださいというわけです。しかもこれは蓋付きなので湿度がある程度必要な植物、苔とか熱帯植物とかにぴったりな容器というわけです。実際にスタンダードプロダクツのお店に行ってみると、食器コーナーに何かを保存するための蓋付きガラスポットが300円から500円で販売されていたり、園芸コーナーに蓋がないガラス容器が置いてありました。どれも非常に魅力的なんですが、園芸用品として販売されている蓋付きガラスポットがこれというわけです。湿気が必要な植物にとってはこういった蓋が非常に重要なので、蓋付きのガラスポットは私たちのような人にとってかなりツボな商品なのです。ガラスポットを探したことがある皆さんならわかると思うんですけど、意外とこういうものって蓋を探すのに苦労したりするんです。蓋は木製のものだったり金属製のものは結構いろんな容器で販売されてるんですけど、光を透過するようなガラス製の蓋がついた容器って結構珍しいんです。そんな中でもダイソーの200円のアクセサリーシリーズで置いてあったガラスポットはかなり有用だったんですが、今回このスタンダードプロダクツさんで改めて園芸用品として販売されたのがこのガラスポットというわけです。このガラスポットの特徴はやっぱりこの2つに分かれるというところですね。これが2通りの使い方ができるようになります。一つは蓋を閉めて苔テラリウムとか湿度を保って育てるための容器。もう一つはこの2つを使ってそれぞれサボテンとかアガベとかそういったものを植えてオープンで使うやり方。この2通りができるようになってます。一つで2通りの使い方ができるのが非常にコンセプトとしてめちゃめちゃ神がかってると思いました。200円で購入できるこちらのダイソーのガラスポットに比べて背丈は低めです。高さは 11.8 センチで直径は 8.7 センチです。ガラスの厚みは十分あって飲み物を飲むコップのような重量感があります。作りは200円のインテリアガラスケースに比べてかなり厚みを感じます。ちょっと落としたくらいでは割れなそうなガラスポットです。
中は少しくぼんでいて、ここに土を入れたらちょうど良さそうです。出っ張りの部分に縁側のポットが引っかかって蓋ができるようになってます。ただ重なるだけではなくて、少し高さで余裕ができるのがおしゃれな感じです。円形のタイムカプセルのような形をしていて、とてもおしゃれです。別売りのスレートプレートという同じくスタンダードプロダクツで200円で売られている園芸用のプレートに乗せると、これだけで可愛さが伝わると思います。この中にお気に入りの植物を入れて育てたらおしゃれですよね。私が使う植物はこちらです。ブセファランドラです。先日こちらの60センチ水槽から採取した水中で育った水草のトリミング株です。ブセファランドラは東南アジアの植物で、ジメジメした湿度の高い渓流に生えている植物です。水中でも育ちますが、陸の上でも育つことができる植物です。土に植わっているのではなくて、岩とかに活着して張り付いて育つ植物です。苔と一緒で、ある程度湿度が必要になる植物なので、蓋付きの容器で育てるのがおすすめです。ブセファランドラはたくさんの種類があるんですが、一番有名なのはこちらのブセファランドラクダカンかと思います。色もとっても綺麗で、葉っぱの形もかっこいいです。今日はこちらのブセファランドラブラウニーファントムのような少し紫っぽい色をした将来有望な水草をこのデュオ蓋付きガラス瓶で育てていきたいと思います。改めましていつもご視聴ありがとうございます。カプラです。このチャンネルでは忙しい人でも楽して綺麗な水槽を長期維持することをテーマに動画を作っています。ぜひチャンネル登録していただいて、少しでもお忙しい皆さんの参考になればと思います。まずはブセファランドラをしっかりと固定できる石を用意します。溶岩石が一番手に入りやすいのでおすすめです。ブセファランドラはしっかりと固定した方が成長してくれるので、こういったゴツゴツして根がくっつきやすい石がおすすめです。溶岩石の上にブセファランドラの根を直接くっつけると乾燥しやすくなるので、こういったものを一緒にくっつけてあげるといいです。水苔とか灰苔ですね。保湿のためにこれらを溶岩石に巻きつけて、その上からブセファランドラをくっつけてあげるのがいいです。どちらもダイソーで買えます。私は今回はこちらの生きている苔をくっつけます。ピーコックモスという植物です。ピーコックモスは外側に向けて成長する傾向が強くて、短期間でボリュームが出やすい種類です。その分トリミングした時に少し寂しくなりますが、芽吹きも良くて比較的使いやすい種類です。これをモビロンバンドで留めていきます。かなり小さな石なので、1本を3回交差させて巻いています。ブセファランドラもモビロンバンドで取り付けても大丈夫です。ただ今回、私のブセファランドラはトリミングをしたものです。茎や根が切れていて、断面が露出した状態になっています。ここにバンドエイドをしていきます。接着剤のゼリータイプです。速乾性で透明のゼリータイプです。シアノアクリルレート系の接着剤を選んでください。水に触れると白く固まる性質があるので、茎の断面に接着剤を持って水を吹きかけます。しばらく置いたら白くなりますので、そのまま位置にくっつけちゃいます。足りなければ接着剤を足して固定します。その上からピーコックモスを重ねて貼り付けます。これで固定はバッチリです。固定した時に根っこが下に飛び出るようにするといいです。ブセファランドラは根っこからも栄養を吸収する植物なので、この根をソイルに埋めたり、栄養のある土に埋めると予後がいいです。土壌を作っていきます。使ったのは中古のソイルです。ここは何でもいいです。ただ私はソイルをおすすめします。
ソイルは土を粒状にしたものなんですが、ある程度うまく作られていて、コケテラリウム用の土とかも売られているので、だいぶ管理しやすくなってます。その上に溶岩砂利 S サイズというものを使いました。ブセファランドラの土壌なんですが、栄養がたっぷり含まれたソイルの上に直接置いちゃうと栄養焼けしちゃうことがあるので、直接触れる部分には栄養のない砂利を敷き詰めています。石の配置をしていきます。形を楽しむ石とブセファランドラを固定する石は別々にしました。飾りとして入れた石には別の苔を貼り付ける予定です。少しブセファランドラの方は高さをつけるためにもう少し砂利を盛りました。これで配置が完了しました。若干ブセファランドラの方が背丈が高くなるように配置しました。根っこは少し土の中に差し込んでおきました。さて仕上げです。仕上げにプレミアムモスを石の上に置いていきます。これも湿度高めの水上で育成すると結構きれいに生えてくれます。ブセの生えているエリアにはピーコックモスを敷き詰めました。保湿の意味もあるんですが、このブセの色は緑ではなくて黒っぽい紫色をしているブセファランドラなので、全体の配色として緑色を添えた感じですね。最後に水を入れます。水は溶岩砂利が水浸しにならない程度の水位にします。そして入れる水ですが、普通の水を入れてもいいです。私は水槽を持っていますので、水槽の水を入れます。ただここがポイントなんですが、水槽の水ではなく汚れた水を入れていきます。水槽の土壌には汚れが降り積もっていて、そこにはたくさんのバクテリアが住んでます。そんなバクテリアを含んだ低床の汚れは、こういった植物の維持には最適と考えています。やっぱりカビや病原菌を防ぐには、いいバクテリアで中を満たすことが一番いいです。もし新品のソイルや石を使って立ち上げると、カビなどに悩むことがあると思います。そんな時にはベンレートを使ってみてください。この袋を1リットルの水で溶かしてスプレーを吹きかけるだけです。いろんな病気を防いでくれます。これで完成です。できたポットは丸いフォルムをしていて可愛いですね。蓋もしっかり閉まっているので、わりかし湿度はかなり高めに維持することになります。置く場所が暑い場合は気をつけてください。蒸れによって植物がダメになってしまいます。だいたい年間通して20度から24度ぐらいの室温で管理するんであれば、締め切りでも比較的蒸れません。夏場に気温が上がる環境でしたら、こまめに蓋を開けて霧吹きをしてあげて空気を流してあげてください。私はエアコン管理で年中20度から24度で維持していて、電気代もめっちゃ払ってるんで、締め切りで維持したいと思います。今年も12月1月はかなり電気代が高いです。水槽でというより補助金が入らなくなったのか、かなり上がってます。うちはオール電化なんで、そろそろ蓄電池導入するべきか悩んでます。そのくらい電気代が上がっています。完成したガラスポットはライトは使わなくていいと私は思っています。というのも、6畳や12畳用のシーリングライトを使っている家であれば、普通にテーブルの上に置いておけば PPFD10 くらいで維持できます。この数値はブセファランドラがまあまあ育ってくれるのに必要な光量と言って構いません。ただ成長は相当ゆっくりになりますが、あえて光を当てる必要はないです。もし水槽のライトとか植物育成用のライトを使って光を当てているんであれば、50センチくらい離して置いてあげてください。私はここに置きました。こんな距離でも PPFD18 も
出ているので十分です。やっちゃいけないのは直接スポットライトを当てたり、南側や西側の窓辺に置くことです。窓辺の光量ってかなり高くて、西側でも PPFD が200以上出ます。カーテン越しでもかなり明るいので、他の場所を検討してください。同じように水槽のライトの光がしっかり当たるような場所で置いておくと、苔が生えたり葉っぱが焼けます。ブセファランドラの育成は比較的光の強さを求めないので、もっと手軽に管理しても大丈夫です。もしスポットライトで管理するなら、80センチは離した方が安全圏だと思います。こんなに暗くて大丈夫なのかなっていうぐらいの場所に置いておいた方が管理が楽です。もともとこのポットで密閉して育てるっていう方法は、育成効率を求めた育て方ではありません。なんとなく維持して、なんとなくインテリアとして楽しんで、ちょっと大きくなったらいいなくらいのレベルのものと捉えてください。ブセファランダラを大きくさせたいだけだったら水中の方が育ちますしね。なので光や水流、栄養を追い求めることはせず、夏場の蒸れだけ気をつけて窓際に置いたりしなければ割と長く楽しめます。ぜひ皆さんもこのポットで熱帯植物の育成楽しんでみてください。